はい、本日はこちらボルテックス PC66 開けていきましょう。おお来たよ。うわ、これはちょっと本体行く前に USB Type-C ケーブル、これはコイル式ですね。片っぽがタイプ A、 片っぽがタイプ C です。交換用キーキャップ、キーキャップ引き抜き具と六角レンチかな、なんかに使うネジ、キースイッチ引き抜き具、そしてマニュアルと。これ楽しみにしてたんだよね。よっ、さあカモン、じゃーん。おー、いいよ。このベゼルの太さ、いやー、これも見た目優勝でしょ。見た目優勝。はい、ということで本日も動画をご覧いただきありがとうございます。キーボードは文房具ヤマカフェです。今日はですね、見た目で優勝シリーズのキーボードになります。はい、こちらですね。ボルテックス PC6668 キー。こちらボルテックスさんにレビュー用に送っていただきました。ありがとうございます。はい、これ見た目優勝シリーズですね。外観なんていうのは個人的主観によりますけども、僕個人で言えば PC66 は見た目優勝です。ということで早速見ていきましょう。ボルテックス PC6668 キー。Windows Mac 対応、有線無線対応、キーマップの変更が可能、ホットスワップ対応、ガスケットマウントやシリコンパッドによる優れた打鍵感を提供。配列は 65% コンパクトレイアウトということで、10キーとファンクションキーがない配列になります。そして US 配列ですね。実は PC66 には ISO 配列モデルもありますので、日本語配列が好きな人はそちらを買ってキーマップ変更アプリで変更しちゃうっていう手もあるかもしれませんが、完全に日本語配列仕様になるかどうかはちょっとわからないですね。でカラーはダークグレーとベージュの2種類があるんですけども、僕はベージュをチョイスしました。このレトロスタイルにはベージュがベストマッチなんじゃないですかね。実は PC66 にはキーの数によって2種類モデルが存在します。一つが66キー、そしてもう一つが今回紹介する68キーということなんですね。見た目のバランスと使い勝手から僕は68キーをチョイスしております。外観は昔の IBM PC 時代のキーボードをモチーフとした感じで、ベージュ系でベゼルが太い、キーボードのキーキャップの手前も奥部分もベゼルが太い、そして厚みも結構あるということで、このレトロ感、クラシック感が素晴らしいと思います。レトロ感を突き詰めれば、もしかしたらフルサイズキーボードというのがね、正統的なレトロ感のキーボードだと思うんですけども、現代的にアレンジするんだとすると10キーレスというのは一般的にね、人気のあるキーボードのレイアウトということになるんじゃないですかね。で RGB ライトは、ありませんけども、こういったレトロキーボードには不要だと思います。本体後ろには USB-C コネクターがあります。本体裏面にはバッテリー駆動用の電池収容と無線の切り替えスイッチがあります。角度調整の足は1段階ですね。キーボードの高さがありますので、リストレストが欲しくなるところではあります。前回紹介した M0110 と同じ感想になっちゃうんですけども、ここまでクラシカルなスタイルだと、これに合わせるリストレストというのもかなりこだわった感じのものにしたくなりますよね。ちょうどいいリストレストが見つからなくて困っているという感じですね。本体はシリコンパッドやガスケットマウントなどを採用することで、小気味良い打鍵感と音を提供してくれます。見た目はレトロスタイルですけども、中身はかなりこだわった作りとなっているわけですね。キーキャップは PBT 製です。ダブルショットではないですね。大サブじゃないですかね。OEM プロファイルと思われます。キーキャップとしてはオーソドックスな感じで M0110 と同じものが使われていると思います。
スイッチは、いくつか選択ができるんですけども、僕は今回ゲートロン G Pro ブラウンですね、ルブ済みの茶軸タクタイルを選択しました。カチャカチャしすぎずスムーズにキーを動かしている途中で若干の引っかかり感があるという感じです。でなかなかこのキーボードの個性に合っていると思いますね。前回同じねボルテックスさんの M0110 のレビュー時には、この手のキーボードにはタクタイルが合ってるんじゃないかなと思いましたけども、やっぱりね想像した通りなかなかいいと思いますね。昔のキーボードはどちらかというともっとカチャカチャと打鍵音はうるさかったかと思いますが、現代風にアレンジするにはこのゲートロン G Pro ブラウンは合っていると思います。個人的にはもうちょっと重めのタクタイル感がねしっかりする感じでもいいかなと思いますね。気になる点もありますのでシェアをしておきます。キーマップ変更用アプリは Mac 版がないということですね。で、このあたりはシェアの問題からしょうがない気もするんですけども、だったら VIA や Remap などに対応しておけば OS によるね、機能格差っていうのが少なくなっていいのになと思わなくもないです。この辺はオープンソースのものを採用することでの手間暇っていうのもあるので、どれだけね、ユーザーに苦労っていうか、手間暇かけさせるかっていうところもあるので、難しいところではあるんですけども、ちょっとそう思わなくもないですね。で、以前に M0110 をレビューした時にも同じことを指摘していたんですけども、ファームウェアの更新は Mac でもできるようになっているので、一歩前進かとは思います。もう変更アプリもね、Mac 対応になるように、お祈りをしておくしかないという感じですかね。そして以前にご紹介した M0110 との比較もしておきましょう。M0110 は HHKB 配列で人によってはね、レイアウトに慣れるまでの時間が必要じゃないかと僕個人的には思っています。やっぱり HHKB 配列って特殊だと思うんですよね。で、PC66 は一般的な 65% レイアウトなので、普通の人にも使いやすいと思います。どちらを選んでもこの所有感は満たされると思いますね。いや、本当に素晴らしいです。お値段チェックです。ボルテックス PC6668 キー、149US ダラーですね。1ドルを150円計算だとだいたい 22,350 円。100円計算だと 15,000 円ほどということで、やっぱり円安はなかなかね、痛いですよね。山カフェチェックです。やっぱりこのクラシカルなレトロスタイルが抜群の魅力だと思います。このスタイルを気に入った人は買って損はないですね。重さは 1.2kg となかなかの重さで打鍵をしっかりと受け止めますが、この重さゆえに持ち運びはやめた方が良いかと思います。打鍵はなかなかに気持ちいいと思いますけども、もっと突き詰めることも可能じゃないかなと思いますね。しかしこの突き詰めていない感じがこのキーボードのキャラクターと合っているのかなとも思います。このあたりはですね、自分流に合わせていく楽しみもあると思っております。一方ですね、キーマップ変更のアプリが Windows のみというのは非常に残念ですね。ということで質問なんかありましたらコメント欄まで、チャンネル登録まだの人はチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。